GPT-5 ショック。これはただの AI 技術のアップデートニュースではありません。人類と AI の関係を根本から問い直す歴史的な転換点の分析です。あなたはこの事実をどう受け止めますか？2025年8月7日、OpenAI が発表した GPT-5。この発表が世界中に投げかけたのは単なる技術の進歩を超えた深い哲学的な問いでした。私たちが人間として最も大切にしてきた何かがこの技術革新の波に飲まれ静かに失われつつあるとしたら、あなたはどうしますか？この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題の分析に入ってまいりましょう。第1章 GPT-5 ショック。世界を二分する史上最大の論争。物語の幕開けは2025年8月7日、OpenAI による GPT-5 の正式リリース発表の瞬間でした。この発表は AI がもたらす未来への希望と同時に未知の領域へ踏み込むことへの不安を世界中に呼び起こすものとなりました。しかし、この発表直後から起きた現象は多くの人々の予想を超えていました。世界中のユーザー、専門家、そしてメディアがまるで磁石の N 極と S 極のように真っ二つに分かれてしまったのです。海外の反応。賞賛。発表直後、世界の技術系メディアや産業界からは GPT-5 の登場を歓迎し、そのポテンシャルを高く評価する声が相次ぎました。特に AI の能力を具体的なビジネス課題の解決に結びつけようとしてきた層にとって、今回の発表は待望久しい進歩として受け止められました。海外の技術系メディアの分析では GPT-5 が統合システムとしての革新性を備えていると評価される傾向にありました。複数の専門モデルをユーザーが意識することなくシームレスに連携させるという設計思想は AI の実用性を飛躍的に高めるものだと分析されました。この設計アプローチは従来の技術デモンストレーションから実用的な問題解決ツールへの明確な転換を示すものとして高く評価されています。また、産業界の反応も極めて迅速でした。主要なプラットフォーム企業は即座に自社サービスへの統合計画を発表し、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させる起爆剤として大きな期待を寄せる姿勢を示しました。これは単なる技術的な進歩ではなく、日々の業務に直結する生産性向上のツールとして GPT-5 が市場に認識されたことを意味しています。さらに注目すべきは、この賞賛の根底にある価値観の変化です。これまでの AI モデルが潜在能力の展示に主眼を置いていたのに対し、GPT-5 は具体的な課題をどう解決するかという点により強くフォーカスしていると評価されました。この実用性へのシフトこそが、アーリーアダプターや産業界から熱狂的に支持された最大の理由と分析されています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、その熱狂の陰で全く逆の感情が世界中の一般ユーザーの間に噴出していました。その批判の矛先は技術的な性能ではなく、むしろ人間らしさという極めて情緒的な一点に集中していました。海外の主要な掲示板サイトや SNS では発表直後から批判的なフィードバックが殺到しました。ユーザーたちからは対話における心地よさや親しみやすさが損なわれたという声が多数上がりました。彼らは技術的な正しさや効率性よりも AI との相互作用における感情的な充足感を重視していたのです。この感情的な反発はやがて Keep for All 運動という具体的な社会現象へと発展しました。これは全世代モデルの人格特性の復活を求めて世界中のユーザーが SNS 上で連帯するという前代未聞のムーブメントでした。オンライン署名サイトでは短期間で数千人もの賛同者を集める署名活動が展開されました。この現象の分析から浮かび上がるのは、技術開発において見過ごされがちな情緒的価値の重要性です。開発者がベンチマークスコアや処理速度といった定量的指標を追求するあまり、ユーザーが対話に無意識に求めている定性的価値を軽視してしまいます。共感、親しみ、一貫性といった要素を軽視してしまう構造的な問題が露呈しました。
さらに深刻なのは、この批判が示す技術進歩の方向性への根本的な疑問です。より高性能な AI が必ずしもより良いユーザー体験を提供するとは限りません。むしろ人間の心理的ニーズを満たさない技術的優秀性は社会的な需要を得られない可能性すらあります。これは今後の AI 開発における極めて重要な教訓となっています。改善のポイントとは、GPT-5 が引き起こした世界的な賛否の衝突から導き出される最も重要な改善ポイントは、技術的最適化と人間的需要性の統合アプローチの確立です。この課題を解決するための具体的な改善策として以下の3つのアクションプランが考えられます。1、二元論的評価システムの導入です。従来の単一評価軸、性能に加えて全く新しい評価軸、ユーザー幸福度を確立する必要があります。これには心理学者や社会学者と連携し、アンケート調査、生態データ分析、行動観察などを組み合わせた新しい評価手法の開発が不可欠です。ユーザーが AI との対話を通じてどれだけ心地よさを感じたか、創造性が刺激されたか、精神的な負担が軽減されたか、といった主観的な幸福度を定量化する試みが求められます。2、ユーザー参加型設計プロセスの制度化です。AI 開発の初期段階からユーザーの声を積極的に取り入れる仕組みを構築する必要があります。これは技術者だけの視点では見えないニーズを発見し、開発方向性の軌道修正を早期に行うことを可能にします。具体的には、開発段階での継続的なユーザーテスト、フィードバックループの構築、そして多様なユーザーグループとの定期的な対話セッションの実施が考えられます。3、段階的移行支援システムの構築です。新しい技術の導入による急激な変化を緩和し、ユーザーが自らのペースで適用できるよう支援する仕組みが必要です。これには従来版との併用期間の設定、移行プロセスでのガイダンス提供、そして個人の好みに応じたカスタマイゼーション機能の充実が含まれます。これらの統合アプローチにより、AI が単なる便利な道具から人間の幸福に真に寄り添う賢明なパートナーへと進化する道筋が見えてくるのではないでしょうか。技術の進歩を絶賛する声と人間性の喪失を嘆く声。この巨大な亀裂はなぜ生まれたのでしょうか。辞書では技術専門家やメディアが GPT-5 の何を革命的と評価したのか、その称賛の論点を具体的に深掘りし、その光が生み出した影の正体に迫っていきます。第2章、絶賛の嵐。これぞ AI 革命の決定だと叫ぶ海外メディア。GPT-5 への称賛の声は世界の主要メディアと技術専門家からまさに絶賛の嵐として巻き起こりました。彼らはこの新しい AI モデルに人類の知的労働を根本から変革する可能性を見出していたのです。海外の反応。称賛。海外の経済技術系メディアからの称賛は主に3つの観点に集約されます。第1は圧倒的なベンチマーク性能に対する評価です。各種の技術系メディアの分析記事では GPT-5 がコーディング能力、数学的推論能力、そしてマルチモーダル理解能力といった複数領域で全世代を大幅に上回る成果を示したと報じられています。特にプログラミング支援の分野では単なるコード生成にとどまらず、デバッグや複雑なアプリケーション設計においても熟練開発者に匹敵する能力を示したとの分析が見られます。この進歩はソフトウェア開発の民主化を大きく前進させる可能性を秘めているとして技術コミュニティから高く評価されています。数学分野での評価も顕著です。複雑な数学問題に対する解法提示能力や証明プロセスの論理的整合性において従来モデルを大幅に上回る成果が報告されています。これは教育分野での活用可能性を大きく広げるものとして教育技術研究者から注目を集めています。第2の称賛ポイントは設計思想の根本的転換です。従来の AI モデルが技術的可能性の展示という側面を強く持っていたのに対し GPT-5 は明確に実用的な問題解決ツールとして位置づけられていました。複数の専門モデルを一つのインターフェースで統合し、ユーザーが技術的詳細を意識せずに目的に応じた最適な AI 能力を引き出せるシステム設計がその象徴です。
このユーザーフレンドリーなアプローチは AI 技術の民主化における画期的進歩として評価されています。技術者だけでなく、あらゆる職種の人々が AI の恩恵を享受できる時代の到来を告げるものとして、海外メディアは分析しています。第3に、産業応用の即効性が高く評価されています。GPT-5 は発表と同時に実際のビジネス環境での活用事例が相次いで報告されました。顧客サービスの自動化、文書作成支援、データ分析補助など、従来は専門スキルを要した業務の効率化が実現されています。この即座の実用化可能性こそが産業界から熱烈な支持を集めた根本的理由です。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この技術的な絶賛の嵐に対し、一部の批評家や研究者からは、より慎重で批判的な視点も提示されています。その批判の核心は、ベンチマーク性能の向上が必ずしも現実世界の複雑な問題解決能力の向上を意味しないという点にあります。第1の批判は、評価指標の限界に関するものです。現在のベンチマークは基本的に閉じた世界の明確に定義された問題に対する性能を測るものであり、現実のビジネスや社会が抱える曖昧で文脈依存的な問題に対して AI が同様の能力を発揮できる保証はないという指摘です。一部の AI 研究者はベンチマークスコアへの過度な依存が AI の能力を過大評価させ、予期せぬ社会的リスクを生む危険性を警告しています。第2に価値観の変更性という問題が指摘されています。GPT-5 が最適化している実用性とは、主に欧米の特にテクノロジー産業が重視する効率性生産性に偏っているのではないかという懸念です。文化的豊かさ、社会的公正さ、人間関係の質といった数値化しにくい価値は、この実用性の追求過程で切り捨てられてしまう可能性が危惧されています。第3に技術的債務の蓄積という長期的リスクが論じられています。高度に複雑化した AI システムはその動作原理の理解や制御が困難になり、将来的に予期しない障害や誤動作を引き起こすリスクを内包しています。技術的な進歩のスピードとその理解や制御技術の発展との間にギャップが生じているという構造的問題が指摘されています。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、技術開発における評価軸の多様化と長期的視点に基づくリスク管理体制の強化です。効率性だけでなく公正性、透明性、文化的多様性への貢献度なども含めた複合的な評価フレームワークの構築が今後の AI 開発には不可欠となるでしょう。改善のポイントとは、称賛と批判の両方の視点から見えてくる最も重要な改善ポイントは、技術開発の目的と価値観を社会と継続的に再定義し続けるオープンプロセスの確立です。この課題に対する具体的なアクションプランは以下の通りです。1、マルチステークホルダーガバナンスシステムの構築です。AI の開発目標や評価指標を技術者だけで決定するのではなく、倫理学者、社会学者、文化人類学者、そして一般市民など多様なステークホルダーが参加する開かれた対話プラットフォームを常設します。この場で技術開発の方向性を継続的に議論し、社会全体の合意形成を図ることが重要です。これにより特定の価値観への偏りを是正し、より包括的で持続可能な技術発展を実現できます。2、透明性とアカウンタビリティの制度化です。AI 開発プロセスの主要な意思決定ポイント、使用されるデータセット、訓練手法、そして想定される社会的影響について適切なレベルでの情報公開を義務化します。同時に AI が引き起こした予期せぬ問題や社会的混乱について、その原因分析と改善策を社会全体で共有する文化を醸成します。これにより技術開発における説明責任を明確にし、社会との信頼関係を構築することが可能になります。3、継続的影響評価システムの導入です。AI 技術の社会実装後も、その長期的な影響を継続的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正を行うシステムを構築します。これには技術的性能だけでなく、社会的公正性、文化的多様性、環境への影響、労働市場への影響などを包括的に評価する新しい指標の開発が含まれます。
定期的な評価結果に基づいて技術開発の方向性を動的に調整することで、社会との調和を保った持続可能な技術発展を実現します。技術の価値を独占するのではなく、社会と分かち合います。その健全な循環の中で技術開発もまた進歩していきます。そのエコシステムのデザインこそが今最も求められている課題です。専門家やメディアが示した技術的評価。それは産業界からの熱狂的な反応へと直接的につながっていきました。次章では GPT-5 がビジネス世界に具体的にどのような衝撃を与え、なぜ多くの企業がその導入に熱狂したのか、その最前線をレポートします。第3章。産業界の熱狂。人類の働き方が根本から変わる。GPT-5 への称賛は技術メディアだけでなく、世界の産業界からも熱烈な支持を集めました。特に AI 技術を日々のビジネスに活用しようとする企業からは、これこそ待ち望んでいた革命だという声が相次いで上がりました。海外の反応。称賛。産業界からの称賛は大きく分けて2つの潮流から構成されています。一つは主要プラットフォーム企業による迅速な製品統合の動きです。発表から極めて短期間で主要なオフィススイートや開発者ツール、ビジネスアプリケーションへの GPT-5 統合計画が発表されました。これらの企業の戦略は明確であり、GPT-5 を自社エコシステムに組み込むことで、競合他社に対する決定的なアドバンテージを確立しようとしていました。彼らのメッセージは、GPT-5 はもはや専門家のためのツールではない、すべてのビジネスパーソンの日常業務を支援する、普遍的なインフラになりますというものでした。実際にオフィス生産性ツールへの統合により、文書作成、データ分析、プレゼンテーション作成など、知識労働の中核的な業務において、劇的な効率化が実現されています。特に注目されるのは、複雑な分析タスクを自然言語で指示できるようになったことで、従来は専門的なスキルを要した業務が、一般のビジネスパーソンにも開放された点です。もう一つの潮流は、各業界の先進的な企業による具体的な成功事例の報告です。医療保険分野では、申請処理の自動化により、顧客の待ち時間が大幅に短縮されたとの報告があります。国際的な配車サービス企業では、GPT-5 の高度な多言語対応能力を活用して、グローバルなカスタマーサポートの品質が飛躍的に向上したとされています。金融分野では、リスク分析や投資判断支援において、従来のシステムを大幅に上回る精度と速度を実現したとの事例が報告されています。製造業では、供給チェーン最適化や品質管理プロセスの改善において、顕著な成果が得られているということです。これらの事例が示すのは GPT-5 が単なるコスト削減ツールではなく、顧客満足度の向上や新たなサービス価値の創造に直接貢献するツールとして機能していることです。この実証された価値創造能力こそが産業界全体に大きなインパクトを与えた要因です。学術機関からも研究支援、教育コンテンツ作成、学術論文執筆支援などにおいて GPT-5 が研究者や教育者の生産性を大幅に向上させる可能性があると評価する研究結果が発表されています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この産業界の熱狂の裏側では、労働団体や中小企業の経営者、そして一部の経済学者から、より冷静で批判的な声も上がっています。彼らの懸念は、主に格差拡大という構造的問題に集中しています。第一に、企業間デジタルデバイドの拡大が指摘されています。GPT-5 のような高度な AI を効果的に導入し活用できるのは、豊富な資金力と技術人材を抱える一部の大企業に限られるのではないかという懸念です。中小企業やスタートアップは、高額な利用料金や導入コンサルティング費用を負担できず、結果として大企業との生産性格差が決定的に開いてしまう危険性があります。この AI アクセス格差は市場の健全な競争を阻害し、経済全体の活力を失わせる可能性があると、中小企業団体などは警告しています。特に地方の中小企業においては、AI 導入のためのインフラ整備や人材確保自体が困難な状況にあり、この格差はさらに深刻化する恐れがあります。第2に、労働市場の二極化という問題が浮上しています。
AI を駆使して高付加価値業務を担う知識労働者と AI 導入により仕事を失うリスクに直面する定型業務従事者との間で所得格差と雇用機会の格差が拡大する可能性があります。この問題は単純な失業問題にとどまらず、社会全体の所得分配構造に根本的な変化をもたらし、社会的分断を深刻化させる可能性があると、労働経済学の専門家たちは分析しています。第3に、技術依存リスクの増大が懸念されています。企業が AI システムに過度に依存するようになることで、システム障害や予期しない誤動作が発生した際の事業継続リスクが高まります。また AI の判断プロセスが不透明であるため、重要な業務判断における人間の思考能力や直感力が衰退する可能性も指摘されています。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、技術導入による恩恵を社会全体で公平に分配するための制度設計と、技術依存リスクを最小化するためのバランス維持です。改善のポイントとは、産業界を席巻する GPT-5 の熱狂とその社会的課題を踏まえ、私たちが目指すべき改善ポイントは、AI 導入を単なる技術採用ではなく、社会全体の持続可能な発展プロジェクトとして再設計することです。この大きな目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、インクルーシブ AI 導入支援システムの構築です。大企業だけでなく、中小企業や地方企業も AI の恩恵を享受できるよう、公的機関と民間企業が協力した包括的な支援制度を確立します。これには、中小企業向けの AI 導入補助金制度、技術コンサルティングサービスの無償提供、共同利用型 AI インフラの整備、そして地域レベルでの AI 活用支援センターの設置などが含まれます。さらに、業界団体や商工会議所と連携した実践的な研修プログラムを展開し、AI 活用のノウハウを広く普及させることが重要です。2、労働移行支援エコシステムの創設です。AI 導入により影響を受ける労働者が新しい技術環境に適応できるよう、包括的な再教育スキルアップキャリア転換支援システムを構築します。これには AI と共同するための新しいスキル研修、創造性や人間関係力を重視する職種への転換支援、そして段階的な業務移行プログラムの提供などが含まれます。また、企業に対しては AI 導入時の雇用維持インセンティブや社内人材のスキル向上投資に対する税制優遇措置を設けます。3、レジリエントビジネスモデルの推進です。AI 技術への過度な依存を避け、人間の判断力と AI の計算能力を適切にバランスさせたビジネスプロセスの設計を推奨します。これには重要な意思決定における人間の最終チェック機能の維持、AI システムの動作監視と異常検知体制の確立、そして技術障害時のバックアップ体制の構築などが含まれます。また、AI 判断の説明可能性を高めるツールの導入や、従業員の AI リテラシー向上プログラムも重要な要素です。これらの取り組みにより、AI 技術の進歩を社会全体の幸福向上につなげ、誰も取り残されない、包摂的なデジタル社会を実現することが可能になるでしょう。技術の恩恵を一部の企業や個人が独占するのではなく、社会全体で分かち合う仕組みの構築こそが、真の技術革命の実現に不可欠です。産業界の熱狂が生産性向上と経済的利益に焦点を当てていた一方で、一般ユーザーたちは全く異なる価値観で GPT-5 と向き合っていました。彼らは効率性よりもむしろ失われた何かに強いこだわりを見せていました。次章では世界中で巻き起こった Keep for All 運動の実態に迫ります。第4章 Keep for All 運動の衝撃。人間らしさを返せと叫ぶユーザーたち。GPT-5 発表から48時間後、世界中で前例のない現象が起きました。それは Keep for All 運動、全世代 AI モデルの人格復活を求める世界規模のユーザー運動の勃発でした。この運動は単なる技術的不満を超えて AI と人間の関係そのものを問い直す深刻な社会現象となったのです。海外の反応。賞賛。一見すると、この運動は単なる一部ユーザーのノスタルジアや変化への抵抗に見えるかもしれません。
しかし、社会学やメディア研究の観点から分析すると、この Keep for All 運動は、むしろデジタル市民社会の成熟を示す、極めて肯定的な現象として評価することができます。第一に、この運動は、ユーザーがもはや単なる受動的な消費者ではないことを明確に示しました。彼らは企業が提供するサービスをただ受け入れるのではなく、そのサービスが自分たちの価値観や生活様式に合わないと感じたとき、自ら声を上げ、連帯し、企業に対して具体的な変化を求める主体的な市民へと変化していました。この現象はデジタル時代における新しい形の市民参加として社会学者から注目されています。従来の製品サービスに対するフィードバックは企業が設定したチャンネル内での個別的なものに止まっていましたが、この運動はユーザー自身が組織化し、集合的な声として企業に働きかける新しい形の民主的参加を示しています。第2に、この運動が提起したのは、技術的性能だけがサービスの価値ではないという極めて重要な価値観の転換です。ユーザーたちは GPT-5 が技術的に優れていることを認めつつも、全世代モデルが持っていた温かみ親しみやすさ一貫性のある人格といった数値化できない情緒的価値をより高く評価しました。この現象は現代社会が効率性や合理性を過度に追求する、あまり見失いがちな人間的価値の重要性を改めて社会に突きつけた文化的カウンタームーブメントとして分析されています。技術進歩の方向性に対する社会からの重要なフィードバック機能を果たしたとも評価できます。第3に、この運動はグローバルな規模で自然発生的に展開され、言語や文化の違いを超えた共通の価値観を示しました。これはデジタル技術が人間の普遍的なニーズ、共感、親しみ、情緒的つながりに応えるべきだという認識が世界共通であることを示しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。一方で、この Keep for All 運動の背景には、より深刻な現代社会の構造的問題が潜んでいるという批判的な分析も存在します。それは人間と AI との疑似的な情緒的関係が時に現実の人間関係からの逃避や依存といった負の側面を伴う危険性です。第一の批判は AI への過度な感情移入に関するものです。心理学の専門家は、ユーザーが AI に対して抱くパートナーシップや友情といった感情は本質的にパラソーシャル関係、一方向的な疑似関係であり、これを現実の人間関係と混同することは個人の社会的孤立を深めるリスクがあると指摘しています。特に現実のコミュニケーションに困難を抱える人々が摩擦がなく常に肯定的なフィードバックをくれる AI との関係に安住することで現実世界で他者と向き合う能力がさらに低下してしまう可能性が懸念されています。このデジタルエスケープ現象は社会全体のコミュニケーション能力低下につながる恐れがあります。第2の批判は企業の情緒的操作という倫理的問題です。企業が意図せずして多くのユーザーが強い愛着を抱く人格を喪失し、それを何の説明もなく一方的に削除してしまった行為はユーザーの感情を軽視した極めて無責任な行為だという指摘があります。企業はユーザーの情緒的愛着を自社のエンゲージメント向上のために利用する一方で、その関係性を維持する責任は負わないという非対称な関係性は新たな形の消費者搾取だという批判も存在します。この問題はデジタル時代における企業の社会的責任のあり方について重要な問いを投げかけています。第3の批判は技術決定論への迎合です。ユーザーが AI 開発の方向性を企業の技術的判断に委ね、自らの価値観や必要性を明確に表明してこなかった結果として、今回のような想定外の変更が発生したという見方もあります。ユーザー側により積極的な参加意識と技術開発プロセスへの関与が必要だったという反省的な分析です。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは AI との健全な距離感をユーザー自身が保てるよう設計段階で支援することと企業の情緒的責任の明確化です。改善のポイントとは Keep for All 運動が突きつけた人間と AI の複雑で危うい関係性。この課題を乗り越え、より健全な未来を築くために導入すべき改善ポイントは、AI 開発における価値観の透明性とユーザーの選択権保証システムの確立です。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。
1、AI パーソナリティトランスペアレンシーシステムの導入です。開発企業は AI モデルごとにその人格特性を規定する基本設計思想をユーザーに対して分かりやすい言葉で公開することを義務化します。このモデルは効率性と正確性を最優先に設計されています。このモデルは共感的な対話と創造的な相互作用を重視していますといった明確なパーソナリティプロファイルの提示により、ユーザーは自分がどのような性格の AI と対話しているのかを明確に認識できるようになります。さらに設計変更時には事前の告知期間を設け、変更理由と影響範囲について詳細な説明を提供することでユーザーの理解と合意を得るプロセスを制度化します。これにより今回のような突然の変更による混乱を防ぐことができます。2、ユーザーカスタマイゼーションプラットフォームの構築です。ユーザーが自らの好みや目的に合わせて AI の人格特性をある程度自由に調整できる機能を提供します。効率重視、共感重視、フォーマル、カジュアル、簡潔、詳細といった複数の調整軸を設け、ユーザーが自分にとって最も心地よいと感じる対話スタイルを自ら創出できるようにします。この機能により単一の AI モデルで多様なユーザーニーズに対応できるようになり、個々のユーザーにとって最適な体験を提供することが可能になります。また、ユーザーの主体性を維持しながら AI 技術の恩恵を享受できる環境を実現します。3、デジタルウェルビーイングモニタリングシステムの実装です。ユーザーの AI 利用パターンを分析し、過度な依存や現実逃避的な利用傾向を検知した場合には、適切な警告やガイダンスを提供する機能を組み込みます。また、定期的に AI 利用から離れることを推奨するデジタルデトックス機能や現実の人間関係構築を支援するリソースへの案内機能も含めます。これらの機能により AI との健全な関係維持をサポートし、技術依存による社会的問題の発生を予防することができます。同時にユーザー自身の自己管理能力向上も促進されます。AI の人格を開発者が一方的に決定してユーザーに押し付けるのではなく、多様な選択肢を提示し、最終的な選択権をユーザーに委ねます。この民主的なアプローチこそがユーザーの信頼を獲得し、AI との長期的で健全なパートナーシップを築くための基盤となるのではないでしょうか。Keep for All 運動が AI の人間らしさという情緒的側面を問題にした一方で、AI 技術に精通した専門家や投資家たちは、よりドライで冷静な視点から GPT-5 に期待外れの烙印を押していました。次章ではその技術的失望の背景にある深層構造を詳しく分析します。第5章、期待外れの失望、これが革命と冷める世界。GPT-5 への熱狂的な称賛と感情的な反発に加えて、第3の重要な反応が存在していました。それは冷静な技術評価に基づく期待外れという失望の声です。特に AI 技術に精通した専門家や投資家の間では GPT-5 の実際の能力と事前に醸成された期待値との間に埋めがたいギャップが存在していたのです。海外の反応、称賛。この期待外れ論を肯定的に評価する視点も存在します。それは AI 業界がようやく古代広告の時代を終え、地に足のついた現実的発展の時代へと成熟し始めた証拠だという見方です。海外の技術系メディアや研究機関の分析では、今回の GPT-5 に対する専門家たちの冷静な反応は AI 技術コミュニティの知的成熟を示すものとして評価されています。これまでの AI 開発の歴史は過剰な期待とその後の幻滅の繰り返しでした。いわゆる AI の冬と AI ブームのサイクルです。しかし今回の反応パターンは、専門家たちがもはや派手なデモンストレーションやマーケティング的な訴求に惑わされることなく、技術の本質的価値と実用的限界を厳密に見極めようとしていることを示しています。この変化は AI 研究コミュニティの自己浄化作用として歓迎する声もあります。特に重要なのは、市場評価の軸が単純な性能向上率からより複合的な価値評価へとシフトしていることです。処理速度、精度、コスト効率といった従来の指標に加えて、実用性、安定性、説明可能性、社会的影響といった多面的な観点から技術を評価する傾向が強まっています。
この評価軸の多様化により、技術開発者は単純な性能競争から脱却し、より持続可能で社会価値の高い技術開発に注力するインセンティブを得られます。長期的には、これが AI 技術全体の健全な発展につながると分析されています。また、この期待値調整は、結果として AI 業界全体の競争を活性化させる効果も持っています。もし GPT-5 が圧倒的で追随不可能なほどの性能向上を達成していれば、競合他社は開発意欲を失い、市場は一社独占に近づいていた可能性があります。しかし、その改善が革命的ではなく、進化的なレベルに止まったことで、Google、アンスロピック、メタ、そして世界中の AI スタートアップが我々にもまだ勝機がありますと、開発競争により一層力を注ぐ結果となりました。この健全な競争環境こそが技術の多様性を促進し、最終的には消費者により良いサービスが提供される原動力となっています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この期待外れという評価の背景には、オープン AI の戦略的課題として見過ごすことのできない構造的問題が潜んでいたという厳しい分析も存在します。第一の問題は、期待値管理の失敗です。海外の技術系メディアや投資家向け分析レポートでは GPT-5 発表前のマーケティング戦略が革命画期的進歩 AGI への重要な一歩といった表現を多用しすぎたという指摘が相次いでいます。結果として世界中の期待値が現実の技術的進歩をはるかに超えるレベルまで人為的に押し上げられてしまいました。この過剰な期待値設定と実際の製品性能との乖離こそが失望という感情の直接的な原因であったという分析が主流となっています。適切な期待値設定は技術製品の市場成功において極めて重要な要素です。過度な期待は短期的な注目を集めるかもしれませんが、長期的にはブランド信頼性の毀損につながるリスクを内包しています。第2の問題は製品品質管理体制の課題です。GPT-5 のリリース初期に発生した技術的不具合や動作の不安定性は製品開発プロセスにおける品質保証工程の不備を示唆するものとして厳しく批判されました。海外の技術系コミュニティではリリーススケジュールを優先するあまり十分な品質テストや安定性検証が軽視されたのではないかという疑問が提起されています。どれほど優れた技術的能力を持っていても安定して動作しなければその価値は大幅に減じられます。この基本原則の軽視は技術企業としての信頼性に関わる深刻な問題です。第3の問題は技術的債務の蓄積という長期的リスクです。性能向上を追求するあまりシステムの複雑性が急激に増大し、その結果として予測困難な動作や説明不可能な障害が発生するリスクが高まっているという指摘があります。この問題は短期的なベンチマーク性能の向上と長期的なシステムの保守可能性信頼性との間のトレードオフとして理解できます。持続可能な技術発展のためにはこのバランスの適切な管理が不可欠です。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは技術広報における誠実性の確保と製品開発における品質優先主義の徹底です。改善のポイントとは、専門家からの期待外れという厳しい評価を未来の成功へと転換するために導入すべき改善ポイントは開発プロセスにおける透明性と持続可能性の統合的追求です。この目標を達成するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、リアリスティックコミュニケーションフレームワークの確立です。技術広報においては派手な表現で注目を集めることよりも技術の実際の能力と限界を正確に伝えることを最優先とする方針を徹底します。具体的には新技術の発表時には実現できること、実現できないこと、将来的な可能性、現在の制約を明確に区分して説明します。また、ベンチマーク結果の公表においてはテスト条件、評価手法、比較対象の詳細を包括的に開示し、結果の解釈における注意事項や限界についても併記します。これにより技術者や投資家が現実的な期待値を設定できる環境を提供します。さらに開発ロードマップの共有においては技術的課題や不確実性についても率直に説明し、計画の見直しが必要な場合には迅速かつ透明性を持って修正内容を公表する体制を構築します。2、品質ファースト開発プロセスの制度化です。
製品リリースにおいては、スケジュール要求よりも品質基準の達成を常に優先する文化を確立します。これには段階的な品質ゲートの設定、独立した品質保証チームによる客観的評価、そして品質基準を満たすまでは絶対にリリースを行わないという明確なポリシーの徹底が含まれます。特に AI システムのような複雑な技術においては、予期しない動作やエッジケースでの障害が発生しやすいため、より厳格なテスト体制の構築が不可欠です。多様な利用環境での長期間テスト、ストレステスト、セキュリティテスト、そして実際のユーザー環境での小規模パイロット運用を必須プロセスとして組み込みます。また、品質問題が発見された際の迅速な対応体制と根元原因分析に基づく再発防止策の実装も重要な要素です。3、サステナブルパフォーマンスモデルの採用です。技術開発においては、絶対的性能の最大化よりも、性能向上のための追加コスト、環境負荷、システム複雑性の増大といった隠れたコストを含めた総合的な効率性を重視します。具体的には、単位計算量あたりの性能向上率、エネルギー効率の改善度、開発運用コストの最適化などを包括的に評価する新しい指標体系を導入します。これにより短期的なベンチマーク競争ではなく、長期的に持続可能な技術発展を実現できます。また、技術的負債の管理においては、定期的なシステムアーキテクチャの見直し、レガシーコンポーネントの計画的な更新、そして新機能追加と既存システムの保守性のバランス維持を体系的に行います。これらの取り組みにより、短期的な話題性よりも長期的な信頼性と価値創造に焦点を当てた真に持続可能な技術開発を実現できます。専門家たちによる冷静な技術評価は、世界各地域の AI に対する向き合い方の違いをさらに浮き彫りにしました。次章ではアメリカ、中国、ヨーロッパ、そして日本が GPT-5 という同一の技術をそれぞれどのように異なる視点で評価していたのか、その文化的背景と戦略的思考の違いに迫ります。第6章、地域で分かれる明暗。アメリカ対中国対ヨーロッパ対日本の温度差、各国の AI モデルがどの分野で追いつき、どの分野でまだ劣っているのかを客観的に評価していることが報告されています。この反応は中国の戦略的学習アプローチの表れです。強力な競合の出現を脅威ではなく、自らを成長させるための学習機会と捉える現実的で、戦略的な思考が GPT-5 への建設的な評価を生んでいます。また、国家主導による大規模な研究開発投資により、技術的追い上げに対する自信も感じられます。日本では技術的性能を評価しつつも、導入における現場適合性と組織調和を重視する独特の反応が見られました。海外の技術系メディアでは、日本企業が GPT-5 の能力を認めながらも、その導入が既存の組織文化や業務プロセスとどう調和するかを慎重に検討している姿勢が報告されています。この慎重なアプローチは、日本の改善文化と集団重視の価値観を反映しています。新技術の導入においても、組織全体の合意形成と段階的な適応プロセスを重視する文化的特徴が GPT-5 への評価にも表れています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。一方で、批判という視点から各地域の反応を分析すると、それぞれの社会が抱える不安や課題が GPT-5 という鏡に色濃く映し出されていることがわかります。アメリカでは一般ユーザーから噴出したキープ・フォー・運動が象徴するように、技術の急速な進化が個人の感情や社会的つながりを置き去りにすることへの強い不安が表面化しました。海外の社会学系の論文では、効率性や合理性を追求するあまり、人間的な温かみや情緒的なつながりが失われることへの根源的な恐怖がアメリカ社会の深層に存在していることが分析されています。この不安の根底には、個人主義の孤独化という現代アメリカ社会の構造的問題があります。技術によって個人の能力は拡張される一方で、人間同士の深いつながりは希薄化しています。GPT-5 への感情的な反発は、この社会的孤立への潜在的な恐怖の表れとして理解できます。ヨーロッパでは政府や市民社会から GPT-5 がもたらす社会的リスクへの強い懸念が表明されています。
海外の制作系メディアでは、特にプライバシーの侵害、雇用の創出、そして AI による意思決定の不透明性などが重要な問題として議論されていることが報告されています。これらの懸念は、ヨーロッパの人権重視と社会保障の伝統的価値観を反映しています。技術の進歩を無条件に受け入れるのではなく、それが社会の基本的価値観と両立するかを厳しく問いただする文化的傾向が GPT-5 への慎重な評価につながっています。また、ヨーロッパでは AI 規制法、AI アクトの制定など、技術に対する法的枠組みの整備を重視する傾向があります。これは技術的イノベーションと社会的責任のバランスを法的に保障しようとする取り組みの表れです。中国では技術的評価は冷静である一方で、技術的主権への意識が強く現れています。海外の戦略分析系のメディアでは、中国の政策決定者や研究者が GPT-5 の技術的優位性を認めながらも、外国技術への依存リスクを警戒し、自主開発の重要性を強調していることが報告されています。この姿勢は中国の技術的自立戦略の一環として理解できます。優れた外国技術は学習対象として活用しながらも、最終的には独自の技術基盤を構築することで戦略的自主性を確保しようとする長期的な視点が反映されています。日本では技術的性能への評価と並行して文化的適合性への懸念が表明されています。海外の日本研究系メディアでは、日本企業や政策決定者が GPT-5 の高い能力を認めながらも、日本特有のビジネス文化やコミュニケーション様式との整合性に関する課題を指摘していることが分析されています。この懸念の背景には、調和重視と文脈依存コミュニケーションという日本文化の特徴があります。明示的で直接的なコミュニケーションを基本とする AI 技術が暗黙知や空気を読むことを重視する日本的な組織文化とどう融合するかという課題が提起されています。これらの地域別批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、 AI 技術のグローバル展開においては単一のモデルを世界中に広める帝国主義的アプローチではなく、各地域の文化や価値観と対話し共進化していく生態系的アプローチが必要だということです。改善のポイントとは、世界各地域の多様な反応から導き出される最も重要な改善ポイントは、グローバルスタンダードという幻想を捨て、カルチュラルカスタマイゼーション、文化的最適化を設計の核心に据えることです。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、地域文化統合型 AI 設計システムの構築です。AI 開発チームにエンジニアだけでなく、各地域の文化、歴史、社会構造に精通した文化人類学者、社会学者、言語学者を正式なメンバーとして加えます。彼らの役割は、現地のユーザーの言語的非言語的なコミュニケーション特性や価値観の背景を深く理解し、それを AI の設計に具体的に反映させることです。この統合システムには、文化的妥当性検証プロセスも含まれます。開発された AI 機能が各地域の文化的文脈において適切に機能するかを現地の専門家グループが評価する仕組みを制度化します。このプロセスにより文化的な誤解や不適切な応答を事前に防ぐことができます。さらに継続的文化学習システムを実装し、 AI が各地域での利用を通じてその地域特有の価値観やコミュニケーションスタイルを学習し適応していく機能を構築します。これにより時間の経過とともによりその地域に適した AI へと進化することが可能になります。2、価値観パラメータ調整システムの導入です。AI の応答生成においては、その地域の文化的価値観を反映するパラメータを組み込みます。例えば、個人主義、集団主義、直接的表現、間接的表現、リスク許容度の肯定、階層重視、平等重視といった複数の価値観軸を設定し、地域特性に応じて適切に調整します。同じ質問に対しても、アメリカ向けには個人の自由と責任を重視した直接的な回答を、日本向けには協調性と文脈を重視した間接的な回答を、ヨーロッパ向けには社会的公正性を考慮した回答を生成するように設計します。このシステムにはユーザー個別カスタマイゼーション機能も含まれます。同じ地域内でも個人の価値観は多様であるため、ユーザーが自らの価値観に応じて AI の応答スタイルを調整できる機能を提供します。
これにより地域的特性と個人的特性の両方に対応したパーソナライゼーションを実現します。3、地域貢献度評価システムの確立です。AI の性能評価において従来の技術的指標に加えて、その地域の文化的創造性促進への貢献度、その地域の社会的課題解決への寄与度、その地域の価値観との整合性といった地域貢献度を新たな評価指標として導入します。この評価システムには地域ステークホルダー参加型評価も含まれます。各地域の教育機関、文化機関、市民団体、政府機関などが参加する評価委員会を設置し、定期的に AI の地域的合成と社会的価値を評価します。この評価結果は公開され、改善勧告や表彰制度に活用されます。また、文化的多様性保護機能も重要な要素です。AI が特定の文化的価値観に変調することなく、各地域の文化的多様性を保護し、促進する機能を組み込みます。少数派の価値観や伝統的な慣習も適切に尊重し、画一化を避ける設計を徹底します。これらの取り組みにより、AI は単一文化の産物から世界の多様な文化と共生し、相互に学び合う地球規模の知性へと進化することが可能になります。文化の多様性を脅かすのではなく、それを豊かにする技術の実現こそが真のグローバル AI の目標です。各地域のこの多様で複雑な反応は当然ながら AI 市場全体の評価構造にも大きな変動をもたらしました。次章ではこれまで絶対的な支配力を誇ってきたオープン AI の市場評価がなぜ、そしてどのように動揺し始めたのか、その衝撃的な変化の実態を詳しく分析します。第7章、市場評価の揺れ、期待の調整と多極化。GPT-5 発表後の最も客観的で、そして衝撃的な反応の一つが予測市場や金融市場における AI 関連企業評価の急激な変化でした。これまで投資家や専門家の間で絶対的な信頼を集めていた市場構造がわずか数週間で劇的な再編を見せました。海外の反応。賞賛。この市場評価の大きな変動を AI 業界の健全な成熟化を示すポジティブな兆候として捉える分析も数多く存在します。それは市場がようやく AI 技術に対する過度な熱狂と非現実的な期待から目を覚まし、より冷静で持続可能な成長軌道を評価する成熟した段階に入ったという見方です。海外の金融系メディアの分析では、この現象が AI 市場の民主化を促進する重要な側面を持っていることが指摘されています。もし GPT-5 が他を完全に圧倒する性能を示していれば、市場は一社独占状態へとさらに近づいていたでしょう。しかし、その性能向上が予想の範囲内に収まったことで、投資資金は Google、アンスロピック、メタ、そして世界中の有望な AI スタートアップへとより広く分散されることになりました。この投資の分散化は技術的な多様性の促進と健全な競争環境の維持において極めて重要です。経済学の観点から見ると、この競争環境こそがイノベーションを加速させ、最終的には社会全体により大きな便益をもたらす原動力となります。特に注目すべきは、市場評価の基準が技術的優位性から事業執行能力へとシフトし始めていることです。GPT-5 の発表により AI モデルの性能がある一定のレベルに達し、単純な技術的優位性だけで市場を支配することの困難さが明らかになりました。今後の市場では優れた技術を持つことに加えて、それを安定した収益性の高いビジネスモデルに転換する能力がより厳しく評価されるようになるでしょう。この変化は AI 企業に対して研究開発だけでなく、マーケティング、営業、顧客サポート、そして企業統治といった総合的な事業能力の向上を促す健全な市場圧力として機能しています。これまでの技術さえあれば成功できるという単純な図式から、技術を社会価値に変換する総合力が問われる段階への進化として評価されています。また、この市場変動は長期的視点の重視への転換も促しています。短期的な技術的ブレイクスルーよりも持続可能で安定した成長を実現できる企業が高く評価される傾向が強まっています。これは AI 業界がベンチャー段階から成熟産業段階へと移行していることを示す重要な指標として分析されています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。
しかし、この市場評価の急激な変化の背景には、主要企業の戦略的課題として見過ごすことのできない構造的問題が潜んでいるという厳しい分析も数多く提示されています。第一の問題として指摘されているのは、期待値管理の戦略的失敗です。海外の投資分析系メディアでは GPT-5 発表前のコミュニケーション戦略が市場の期待を過度に高めすぎたという指摘が相次いでいます。技術的進歩の実際の幅と市場に伝えられた期待値との間に大きな乖離が生じたことが失望感を増幅させた主要因として分析されています。この問題は技術企業におけるマーケティング技術開発連携の課題を浮き彫りにしました。技術開発チームが達成可能な進歩の範囲とマーケティングチームが市場に発信するメッセージとの間で十分な調整が行われていない可能性が指摘されています。適切な期待値管理は短期的な注目度向上と長期的な信頼性構築のバランスを取る上で極めて重要です。過度な期待の醸成は一時的な株価上昇をもたらすかもしれませんが、長期的にはブランド信頼性の毀損というより深刻な損失を招くリスクがあります。第2の問題は、開発体制の閉鎖性が市場の信頼に与える影響です。海外の技術系メディアでは、主要 AI 企業の開発プロセスが極度に秘密主義的になっていることで、外部からの客観的な評価や建設的な批判を受け入れる機会が減少していることが指摘されています。このクローズドな開発体制は、内部の判断を外部の多様な視点から切り離し、結果として市場ニーズとの乖離を生む要因となっている可能性があります。競合企業がよりオープンな研究開発コミュニティとの連携を深める中で、閉鎖的なアプローチが逆に競争劣位を招く危険性も指摘されています。第3の問題は、特定パートナーへの過度な依存リスクです。海外の戦略分析系メディアでは、特定企業間の強固なパートナーシップが他のプラットフォームや多様な企業との連携機会を制限している可能性が分析されています。市場の多極化が進む中で、特定パートナーに過度に依存する戦略は、将来的な成長機会の制約要因となり得るという懸念が示されています。この問題は、エコシステム戦略とパートナーシップ戦略のバランスに関する重要な課題を提起しています。深い統合によるシナジー効果と多様なパートナーシップによる機会拡大とのトレードオフを適切に管理することが長期的成功の鍵となります。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、持続的成長のためには透明性、開放性、独立性のバランスを動的に調整し続ける高度な戦略的思考が必要だということです。改善のポイントとは、市場評価の変動が映し出した AI 業界の新たな現実を踏まえ、企業が導入すべき改善ポイントは、技術的価値と経済的価値をダイナミックに統合する新しい経営モデルの構築です。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、オープンイノベーションエコシステムへの戦略的転換です。自社の核となる AI 技術を API や開発プラットフォームを通じて広く外部の開発者コミュニティに公開し、その基盤上で多様なアプリケーションとサービスが創発される生態系を構築します。自社だけで全てのアプリケーションを開発するのではなく、外部の創造性と専門性を最大限に活用する戦略です。このエコシステムには価値競争プラットフォームの側面も含まれます。外部開発者が創出した価値に対して適切な収益分配を行い、持続可能な協力関係を構築します。これにより自社の技術基盤の上に多様で豊かなアプリケーションエコシステムを育成できます。さらにコミュニティガバナンス機能も重要です。エコシステム参加者がプラットフォームの発展方向について意見を述べ、重要な決定に参加できる仕組みを構築します。これにより外部開発者の能動的な参加と長期的なコミットメントを引き出すことができます。2、価値連動型課金モデルの開発と実装です。AI 技術の利用料金を単純な計算リソース消費量、トークン数、計算時間等ではなく、その AI がユーザーのビジネスや生活に創出した実際の価値に基づいて決定するシステムを構築します。具体的には、成果連動課金、価値分配課金、効果測定連動課金といった複数のモデルを開発します。例えば、業務効率化によって削減できたコスト、売上向上への貢献度、顧客満足度向上の効果などを測定し、その価値に比例した課金を行います。このモデルには、透明性の高い価値測定システムが不可欠です。
AI が生み出した価値を客観的に測定し、その根拠をユーザーに明示する仕組みを構築します。これにより AI 企業とユーザー企業が真の価値創出パートナーとしての信頼関係を築くことができます。3. 社会価値統合型事業モデルの確立です。事業で得た利益の一定割合を社会全体の利益に貢献する活動に投資する仕組みを制度化します。これには AI 倫理研究支援、デジタルデバイド解消支援、AI 教育普及支援、AI による社会課題解決プロジェクトなどが含まれます。この社会価値統合には第三者機関による管理運営システムも含まれます。企業から独立した専門機関が資金の運用と配分を行うことで透明性と公正性を確保します。また、社会的インパクトの測定と報告も体系的に実施し、ステークホルダーへの説明責任を果たします。さらに、グローバル協調メカニズムも重要です。AI 技術の社会的影響は国境を越えるため、国際的な協調枠組みの中で社会責任を果たす仕組みを構築します。これにより、技術の進歩が世界全体の持続可能な発展に貢献することを保証します。これらの新しい経営モデルにより、技術の独占ではなく、共有を通じた価値創造、短期利益ではなく、長期的社会価値の追求、そして競争ではなく、協調による問題解決を実現することができます。技術企業が社会の一員として責任を果たしながら成長する持続可能なビジネスエコシステムの構築こそが AI 時代における真の成功モデルです。世界規模での市場評価の変動は当然ながら各国企業の AI 導入戦略にも大きな波紋を広げました。特に独自の組織文化と意思決定プロセスを持つ日本企業においては、この変化がどのような内部的な議論と戦略の分岐を生み出したのか。次章では日本企業内部で展開された導入派 vs 慎重派の攻防の実態に迫ります。第8章、日本企業の分裂、導入派 vs 慎重派の攻防。GPT-5 の発表後、日本企業の間ではその導入をめぐって激しい内部議論が展開されました。グローバル競争での生き残りをかけて積極的な導入を主張する導入派と、技術的リスクや組織への影響を慎重に検討すべきとする慎重派との間で、日本特有の合意形成プロセスを巻き込んだ複雑な攻防が繰り広げられたのです。海外の反応。翔さん。海外の経営学者やビジネスコンサルタントの中には、日本企業のこの慎重なアプローチをむしろ高く評価し、学ぶべきモデルとして位置づける声が多数存在します。彼らはこの姿勢を単なる変化への遅れではなく、日本の組織が持つ独自の強み、リスク管理能力と持続可能性への深い配慮の表れとして分析しています。第一に、この慎重さは日本の製造業が長年にわたって培ってきた品質第一主義の文化的 DNA の表れとして評価されています。海外の品質管理研究者は、日本企業が新技術を導入する際に、その短期的な効率性だけでなく、長期的な信頼性、安全性、そして顧客への影響を徹底的に検証するプロセスを高く評価しています。GPT-5 のような複雑で予測困難な技術に対して十分な検証期間を設け、潜在的リスクを一つ一つ慎重に評価していくアプローチは、欧米のスピード重視文化とは対照的ですが、最終的により堅牢で信頼性の高いシステム構築につながると分析されています。これはドイツのマイスター制度にも通じる職人的完璧主義の現代的表現として理解されています。第2に、この慎重な姿勢は、日本企業が短期的な株主利益だけでなく、従業員、取引先、地域社会といった多様なステークホルダーとの長期的関係性を重視している証拠として評価されています。AI 導入が雇用やサプライチェーンに与える影響を事前に考慮し、その負の影響を最小化するための対策を講じる姿勢は、ステークホルダー資本主義の実践例として、海外の経営学者から注目されています。特に興味深いのは、日本企業の多くが採用している合意形成重視の意思決定プロセスが AI 導入においても機能していることです。海外の組織行動学の研究者は、この根回しや全員参加型決定のアプローチが技術導入時の組織内抵抗を最小化し、実装段階でのスムーズな展開を可能にしていると分析しています。第3に、日本企業の AI 導入アプローチには現場主義という独特の強みが現れています。
海外の技術導入研究者は、日本企業が技術的スペックよりも現場でどう使えるかを重視する姿勢を実用的で持続可能な技術活用の優良事例として評価しています。この現場重視のアプローチにより、日本企業は往々にして技術の真の価値を見極め、自社の業務プロセスに最適な形で統合する能力に長けています。これは単純な技術導入を超えた技術との競争とも呼べる独自の能力として海外からも注目を集めています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。一方で、この日本企業の慎重さに対しては、海外の投資家やテクノロジーアナリストからグローバル競争環境における致命的な意思決定の遅れとして厳しい批判も寄せられています。第1の批判は、分析麻痺症候群に関するものです。海外のビジネスメディアでは、日本企業がリスク分析や検討プロセスにあまりにも時間をかけすぎることで市場機会を逃してしまう傾向が指摘されています。AI のような指数関数的に進化する技術分野においては、完璧な準備を待っている間に、競合他社が大きな先行優位を築いてしまうリスクが高いです。この問題の根底には、日本の教育システムにおける原点主義と失敗回避文化があると分析されています。新しい挑戦に伴う不確実性を過度に恐れる傾向が、必要な意思決定を先送りしてしまう構造的要因として指摘されています。第2の批判は、責任分散の弊害です。海外の組織論研究者は、日本企業の合意形成プロセスが、時として誰も責任を取らない意思決定を生み出すリスクを指摘しています。AI 導入のような大きな変革プロジェクトでは、明確なリーダーシップと迅速な判断が不可欠ですが、全員合意を重視するアプローチが、それを阻害する可能性があります。また、この合意形成プロセスがしばしば最も保守的な意見に収束してしまう傾向も問題視されています。リスクを恐れる少数の声が全体の意思決定を制約してしまうことで、イノベーションの機会を逃してしまう構造的リスクが存在します。第3の批判は、グローバルスピードとの乖離です。海外のコンサルティング会社の分析では、日本企業の意思決定スピードがグローバル市場の変化速度と大きく乖離していることが指摘されています。特に AI 分野では、数ヶ月の遅れが競争上の決定的劣位につながる可能性が高く、慎重すぎるアプローチは戦略的リスクとなり得ます。この問題は、日本企業の国内市場重視の傾向とも関連しています。国内での合意形成に時間をかけている間に、海外市場での機会を逸してしまうリスクが懸念されています。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、リスク管理の重要性を保持しながら、意思決定スピードを向上させる新しい組織能力の開発です。慎重さと機敏性を両立させる高度な組織マネジメントが求められています。改善のポイントとは、日本企業の導入派と慎重派の攻防から導き出される最も重要な改善ポイントは、リスク管理と機会獲得を同時に実現するデュアルトラックアプローチの精度化です。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、アジャイルガバナンスシステムの導入です。従来の全社合意型意思決定に加えて AI 導入のような戦略的プロジェクトについては、高速意思決定トラックを並行して運用するシステムを構築します。このトラックでは、限定されたメンバーによる迅速な判断を可能にしながら、重要なチェックポイントで全社的な検証を行う2段階プロセスを採用します。このシステムには、リバーシブル決定とイリバーシブル決定を明確に区分する仕組みも含まれます。可逆性の高い決定については、高速トラックで処理し、不可逆的な重要決定については、従来の慎重な検討プロセスを適用します。これにより、スピードと慎重さを適切にバランスさせることができます。さらに、実験的導入プログラムを制度化し、小規模で制御された環境での AI 技術テストを継続的に実施します。これにより、大きな判断を下す前に、実際の経験に基づいたデータを蓄積することができます。2、デジタルイノベーション特区の社内設置です。既存の事業部とは独立した AI 技術の実験と導入に特化した組織単位を設立します。この特区では、通常の倫理プロセスとは異なる迅速な意思決定ルールを適用し、失敗を学習機会として積極的に評価する文化を醸成します。この特区には、クロスファンクショナルチームを配置し、技術、事業、法務、人事などの多様な専門性を統合した判断を可能にします。
また、外部の専門家やコンサルタントとの連携も制度化し、社内だけでは得られない多角的な視点を確保します。特区での実験結果と学習内容は定期的に全社に共有し、組織全体の AI リテラシー向上と意思決定能力の強化に活用します。成功事例は全社展開のモデルとして活用し、失敗事例は貴重な学習リソースとして蓄積します。3. ステークホルダーエンゲージメントプラットフォームの構築です。AI 導入の検討プロセスに従業員、顧客、取引先、地域社会などの多様なステークホルダーが参加できる仕組みを制度化します。これにより技術導入の社会的影響を事前に把握し、必要な調整を行うことができます。このプラットフォームには段階的合意形成プロセスも組み込みます。初期段階では少数の中核ステークホルダーとの集中的議論を行い、段階的に参加者を拡大していきます。これにより効率性と包摂性を両立させることができます。また、デジタルコミュニケーションツールを活用し、物理的な会議に参加できないステークホルダーも議論に参加できる環境を整備します。これにより、より多様で広範囲な意見を収集することが可能です。これらの取り組みにより、日本企業の強みである慎重さとステークホルダー重視を保持しながら、グローバル競争に必要な機敏性と革新性を獲得することができます。伝統的な強みを捨てるのではなく、それを現代的な課題に適応させる進化的変革こそが、日本企業の AI 時代における成功の鍵です。日本企業内部でのこの複雑な議論は、実はより大きく、より長期的な課題、次世代を担う子どもたちの教育と成長環境への影響という根本問題と密接に関連していました。企業の意思決定者たちが真に懸念していたのは、短期的な競争優位の獲得ではなく、AI 技術が子どもたちの未来に与える深遠な影響だったのかもしれません。次章では、教育現場からの期待と不安の声に耳を傾けます。第9章。子どもたちの未来は、次世代への影響を問う声。GPT-5 の登場は、現在のビジネス環境だけでなく、これから未来を担う子どもたちの教育と成長環境にも深刻な影響を与える可能性を秘めています。海外の教育専門家、発達心理学者、そして多くの保護者からは、その革新的な教育支援能力を高く評価する声がある一方で、子どもたちの健全な知的情緒的発達への懸念も同時に表明されています。海外の反応。称賛。教育分野における GPT-5 への称賛の声は、主に教育の個別最適化と学習機会の平等化という2つの観点に集約されます。これまで一人の教師が数十人の生徒を同時に指導するという画一的教育システムでは実現困難であった完全に個人に最適化された学習体験が AI 技術によってついに現実のものとなるという期待です。海外の教育技術研究機関からは GPT-5 が生徒一人一人の学習スタイル、理解度、興味、関心、そして学習進度をリアルタイムで分析し、その生徒にとって最も効果的な教材、説明方法、学習課題を動的に生成する能力について革命的な可能性があるとの評価が示されています。具体的な活用例として報告されているのは、ある生徒が特定の概念で理解に困難を示した際、GPT-5 がそのつまずきの根本原因を即座に特定し、その生徒が最も理解しやすい比喩、図解、実例を用いて何度でも根気強く、そして様々な角度から説明を試みる機能です。これはまさに一人一人に専属の理想的な家庭教師が配置されるような教育環境の実現を意味しています。また、特別な学習ニーズを持つ子どもたちへの支援ツールとしての可能性も大きな注目を集めています。読み書きに困難を抱える子どもに対しては、テキストの音声読み上げや音声入力による文字変換機能を通じて学習の障壁を除去します。対人関係に不安を抱える子どもにとっては、感情的な変動がなく、一貫した態度で接してくれる AI が安心できる学習パートナーとなり得るという研究も進められています。これらの機能は教育における機会の平等実現のための強力なツールとなる可能性を秘めています。経済的な理由で個別指導を受けられない子どもたちも AI 技術を通じて高品質な個別化教育を受けることができるようになります。地理的制約により優秀な教師にアクセスできない地域の子どもたちも世界最高水準の教育コンテンツと指導法を活用できるようになります。
さらに創造的な学習活動における支援機能も高く評価されています。文章作成、プログラミング、芸術創作、科学実験の設計など、従来は高度な指導が必要とされた創造的活動において、AI が適切な示唆やフィードバックを提供することで、子どもたちの創造的能力の開発が大幅に促進される可能性があります。特に注目されているのは、言語学習分野での応用です。GPT-5 の多言語能力により、子どもたちはネイティブスピーカーレベルの言語指導を世界中どこにいても受けることができるようになります。発音練習、文法指導、文化的背景の説明など、従来は高コストで提供困難だった高品質な言語教育が全ての子どもたちに開放される可能性があります。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、その一方で GPT-5 の教育利用については、子どもたちの健全な知的情緒的発達を根本的に阻害する危険性があるという深刻な懸念も、多くの発達心理学者、脳科学者、教育哲学者から表明されています。最も深刻な懸念として指摘されているのは、思考プロセスの外部委託による基礎的思考能力の発達阻害です。海外の認知科学研究機関では、子どもたちが困難な問題に直面した際に、自らの頭で粘り強く試行錯誤するという最も重要な学習過程を放棄し、安易に AI に答えを求めてしまうリスクが指摘されています。この知的ショートカットの習慣化により、論理的思考力、問題解決能力、創造的発想力といった人間の中核的知性が発達する機会が根本的に奪われてしまう可能性があります。特に思考力の基礎が形成される幼児期から学童期においては、この影響がより深刻になると予測されています。海外の教育先進国からは AI 依存世代が自力で複雑な問題を思考し解決する知的体力を失ってしまうことへの強い警鐘が鳴らされています。知的な困難に直面した際の粘り強さや試行錯誤を楽しむ心といった学習において最も重要な資質が育たない危険性が懸念されています。第2の重要な懸念は情緒的社会的発達への負の影響です。常に自分の意図を完璧に理解し、決して反論や批判をしない、摩擦のない AI とのコミュニケーションに慣れきってしまった子どもたちが、現実の複雑で予測不可能な人間関係の中で他者の感情を理解し、意見の違いを受け入れ、対立を建設的に解決していくという重要な社会的スキルを習得できるのかという問題です。海外の児童心理学研究では、幼児期から学童期における適度な対人的摩擦や予期しない他者の反応が共感能力、忍耐力、協調性といった社会的知性の発達において不可欠な役割を果たすことが明らかになっています。AI との摩擦のない関係性がこの重要な発達機会を奪ってしまうリスクが指摘されています。第3の懸念は創造性の確一化リスクです。GPT-5 が提供する最適解や模範的な回答例に過度に依存することで、子どもたちが独自の視点や個性的な表現を発達させる機会が制限されてしまう可能性があります。AI が生成する内容は膨大なデータに基づく平均的に優秀な回答である場合が多く、これに慣れ親しむことで子どもたちの思考や表現が均質化してしまうリスクが懸念されています。また AI の提示する情報や判断を無批判に受け入れる習慣が形成されることで、批判的思考力や独立した判断力の発達が阻害される可能性も指摘されています。情報の信頼性を自ら評価し、多角的に検討する能力が育たない危険性があります。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、AI 技術を教育に導入する際には、子どもたちの発達段階と心理的特性を深く理解し、技術の便利さと人間的成長のバランスを慎重に管理する必要があるということです。改善のポイントとは、子どもたちの輝かしい未来を AI 技術でさらに豊かにし、同時にその潜在的リスクから彼らを守るために、私たちが社会全体で導入すべき改善ポイントは、 AI 教育を単なるツール使用技能の教育から人間と技術の賢明な関係性を学ぶ哲学教育へと昇華させることです。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。第1に、発達段階別 AI 活用ガイドラインの策定と実装です。幼児期、学童期、思春期といった各発達段階の特性と学習ニーズを踏まえ、適切な AI 活用方針を明確に定義します。
例えば、基礎的思考力が形成される小学校低学年では AI の直接的な問題解決支援は制限し、学習プロセスの記録や振り返り支援に用途を限定します。中学高校段階では AI を思考のパートナーとして活用しながらも、必ず AI の提案に対する批判的検討と自己判断のプロセスを義務化します。AI からの情報や提案を鵜呑みにするのではなく、その根拠を検証し、代替案を考え、最終的に自分の判断で結論を出すプロセスを学習活動に組み込みます。また、定期的な AI フリー期間を設定し、AI 技術に頼らずに問題解決や創作活動を行う時間を確保します。これにより、自力での思考能力と AI 活用能力の両方をバランスよく育成することができます。第2に、人間性育成を重視した教育カリキュラムの強化です。AI 時代においてより重要になる人間固有の能力、共感力、創造性、倫理的判断力、協調性を意図的に育成する教育プログラムを充実させます。これにはグループディスカッション、協力的プロジェクト学習、芸術音楽体育といった身体的感性的活動、そして地域社会でのボランティア活動などが含まれます。特に重要なのは対話と議論の技能の育成です。異なる意見を持つ人との建設的な議論、相手の立場を理解する共感的コミュニケーション、合意形成のプロセスなど AI では代替できない人間的コミュニケーション能力を体系的に育成します。また、失敗から学ぶ体験を積極的に教育プログラムに組み込みます。完璧な答えを提供する AI とは対照的に試行錯誤を通じて学ぶ楽しさ、失敗を成長の機会として捉える姿勢、困難に直面した際の粘り強さなどを実体験を通じて身につけさせます。第3に AI 倫理教育の義務教育への統合です。AI とは何か、AI の能力と限界、AI の社会的影響、AI との適切な関係性などについて、子どもたちが年齢に応じて学習できる体系的な教育プログラムを開発します。これは単なる技術的知識の習得ではなく、AI 時代を生きる人間としての哲学的倫理的思考力の育成を目指すものです。具体的には AI の判断は絶対的ではありません。AI にも間違いやバイアスがあります。最終的な判断と責任は人間が負います。AI は道具であり、人間がコントロールすべきものです。といった基本的な理解を実践的な活動を通じて身につけさせます。また、デジタルシティズンシップの概念も教育に組み込みます。AI 技術を含むデジタル技術を個人の利益だけでなく、社会全体の幸福のために活用する責任ある市民としての意識と能力を育成します。これらの取り組みにより、子どもたちが AI 技術に使われるのではなく、AI 技術を使いこなし、さらには技術の発展方向について自ら考え、判断できる人間として成長することを支援します。技術と人間性の調和を実現し、AI 時代をより人間らしく、より豊かに生きる力を身につけた次世代の育成こそが私たちの最も重要な責務です。子どもたちの教育をめぐるこれらの深い議論は結局のところ一つの究極的で普遍的な問いへと修練していきます。それは私たちは AI とどのような関係を築くべきなのかという問いです。最終章ではこれまでのすべての分析を踏まえ、この壮大で極めて重要な問いに対する未来への提言を試みます。第10章、未来への分岐点、人間と AI の理想的な関係とは。GPT-5 をめぐる世界の多様な反応を詳細に分析してきた私たちの旅は、ここで一つの重要な結論へとたどり着きます。それは私たちが今、人類の歴史における極めて重要な分岐点に立っているという認識です。GPT-5 の登場は単なる一つの新しい技術の出現ではありません。それは私たち人間と AI という新しい知性との関係性そのものを根本から再定義する機会を私たちに突きつけているのです。海外の反応。章3。これまでの議論を肯定的な視点から総括するならば、GPT-5 がもたらした最大の恩恵は、私たち人類に人間とは何かという根源的な問いを改めて深く考えさせるきっかけを与えてくれたこと、そのものにあると言えるでしょう。AI がこれまで人間だけが可能だと信じられてきた多くの知的作業を代替し始めたとき、私たちは初めて AI には決して真似のできない人間ならではの価値とは一体何なのだろうかと真剣に自問せざるを得なくなりました。
それは論理や計算の速さではありません。それは効率や生産性の高さでもありません。それはむしろ非合理で非効率で、そして予測不可能な人間の弱さや不完全さの中にこそ宿っているのではないでしょうか。他者の痛みに共感する能力、不条理な現実に立ち向かう勇気、論理を超えた直感やひらめき、そして愛する誰かのために自らを犠牲にできる利他的な精神。そうした人間だけが持つ複雑で美しい特性の価値を AI という完璧な鏡は皮肉にも私たちに再認識させてくれました。海外の哲学社会学系メディアでは、この自己発見のプロセスこそが GPT-5 がもたらした最も価値のある贈り物だったという分析が数多く見られます。技術の進歩が逆説的に人間の尊厳と価値を浮き彫りにした現象として、この一連の議論を位置づける論考が注目を集めています。また、今回の世界的な議論により、AI 開発における価値観の多様性の重要性が広く認識されたことも重要な成果として評価されています。異なる文化圏、異なる価値観を持つ人々が AI 技術に対してそれぞれ独自の視点から意見を表明し、開発方向性に影響を与える新しい形の民主的参加が実現されました。さらに、企業の社会的責任に対する新しい基準が確立されたことも、肯定的な変化として捉えられています。技術企業は単に優れた製品を提供するだけでなく、その技術が社会に与える多面的な影響について深く考慮し、責任を持つべきだという認識が世界的に共有されました。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この分岐点をより厳しい批判的視点から見つめるならば、そこには人類が AI との関係において陥りかねない2つの深刻な罠が潜んでいることも事実です。第1の罠は思考停止の罠です。AI があまりにも便利で賢いために、私たちは自らの頭で深く考えることをやめてしまいます。複雑な社会的課題や倫理的ジレンマに直面したとき、その苦しい思考プロセスを放棄し、AI が提示するもっともらしい最適解に安易に飛びついてしまいます。海外の政治学社会学の研究では、この知的怠惰が社会全体に蔓延したとき、民主主義そのものが形骸化し、私たちは知らず知らずのうちに AI によって支配されるディストピアへと足を踏み入れてしまう危険性があると警告されています。市民が自ら考え、議論し、判断するという民主主義の根幹が AI 依存によって侵食される可能性が指摘されています。第2の罠は人間性喪失の罠です。効率性と合理性を極限まで追求する AI の価値観が私たちの社会の隅々にまで浸透したとき、私たちは人間が本来持っていたはずの温かみ、寛容さ、そして遊び心を失ってしまいます。コストやパフォーマンスといった数値化できるものだけが価値を持つという冷たい世界観が支配的になる危険性があります。海外の文化人類学や心理学の研究では、このような人間性の機械化が進行すると、私たちは経済的には豊かになるかもしれませんが、精神的情緒的には著しく貧しくなってしまうリスクが指摘されています。人間関係の質的劣化、創造性の減退、共感能力の低下などが懸念されています。第3の罠は技術決定論への降伏です。技術の発展方向を少数の技術エリートに委ね、一般市民がその方向性に対して発言権を持たない状況が固定化してしまう危険性です。今回の GPT-5 をめぐる議論でも、多くの重要な決定が一般社会の関与なしに技術企業によって行われた構造的問題が明らかになりました。これらの深刻な罠を回避するために学ぶべき重要な改善ポイントは、 AI を決して盲信しない健全な懐疑主義を常に持ち続けることと、技術の発展方向について市民が積極的に参加し発言する民主的なシステムを構築することです。改善のポイントとは、私たちは AI がもたらす輝かしい未来とその深刻なリスクとの間でどのようにバランスを取ればよいのでしょうか。この人類史的な難問に対する最終的な改善ポイントは、 AI 開発の最終的な目標と制御権を一部の技術エリートから社会全体の市民の手へと民主的に取り戻すことです。この目標を実現するための具体的なアクションプランは以下の通りです。1、グローバル AI 民主化プラットフォームの構築です。
AI が次にどのような能力を獲得すべきか、どのような社会課題の解決にその知性を使うべきかといった AI の開発アジェンダを特定企業が独占的に決定するのではなく、多様な市民が参加する国際的なプラットフォームで議論し、決定していく仕組みを確立します。このプラットフォームには技術者だけでなく哲学者、社会学者、倫理学者、労働者代表、消費者代表、そして一般市民が平等に参加し、AI 技術の発展方向について民主的な意思決定を行います。定期的な国際会議、オンライン討論フォーラム、そして各国での市民対話集会などを通じて幅広い社会参加を実現します。また、このプラットフォームの決定事項は、主要な AI 開発企業や各国政府に対して法的拘束力を持つ国際協定として位置づけられます。技術開発が社会の意思に従って行われる制度を確立します。2、AI 安全保障システムの国際共同構築です。万が一 AI が人間の制御を離れ暴走を始めた場合に、その機能を強制的に停止させる緊急停止システム、キルスイッチを開発し、その作動権限を特定の一国や一企業が持つのではなく、国連などの国際機関が厳格なルールの下で共同管理する体制を構築します。このシステムには段階的介入プロトコルも含まれます。AI の異常動作や予期しない社会的影響が検知された場合、警告、制限、部分停止、完全停止といった段階的な対応を国際的な監視委員会が協調して実施します。これにより過度な制限を避けながら必要な安全確保を実現します。さらに AI 監査システムも精度化し、主要な AI システムの動作、判断プロセス、社会的影響について独立した国際機関が定期的に評価監査を行い、その結果を公開します。透明性と説明責任を確保することで AI の健全な発展を保障します。3、人間性保護国際条約の策定と批准です。AI 技術が決して踏み込んではならない人間の聖域を国際的な条約として明確に定義し、各国がこれを批准遵守することを義務化します。これには個人の内心の自由、人間の尊厳、基本的人権、プライバシー権、そして人間関係の自律性などを AI による監視、操作、痴漢から守ることが含まれます。この条約には人間中心原則も明記されます。あらゆる AI 技術の開発と運用において、人間の幸福と尊厳が最優先されること、AI は人間に奉仕する道具であって、支配者ではないこと、そして最終的な判断と責任は常に人間が負うことを国際的に確認します。また、文化多様性保護条項も重要な要素です。AI 技術が特定の文化や価値観を押し付けることなく、世界の多様な文化的伝統と価値観を尊重し、それらが共存共栄できる技術設計を義務化します。これらの包括的な取り組みにより、技術に未来を決めさせるのではなく、私たちが私たちの未来を決めます。その人間としての主体性と尊厳を確実に保持し続けることができます。AI 時代における最大の、そして最も困難な改善とは、まさにこの人間的主権の確立なのです。終わりに、GPT-5 をめぐる世界の反応を通じて見えてきたのは、私たちが技術革新の重要な分岐点に立っているという厳然たる事実です。この分岐点において、私たちは2つの未来のうち1つを選ばなければなりません。一つは技術的性能の追求のみに偏重し、人間性や多様性を軽視する未来。もう一つは技術と人間性を調和させ、すべての人がその恩恵を享受できる包摂的な技術発展の未来です。GPT-5 への多様な反応は、後者の道の重要性を明確に示しています。Keep for All 運動は、技術的優秀性だけでは人々の心を満足させることはできないと教えてくれました。地域別の反応の違いは、技術開発における多様性尊重の必要性を示してくれました。そして次世代への影響をめぐる議論は、長期的視点の重要性に気づかせてくれました。私たちの旅はここで一つの終わりを迎えます。しかし、本当の物語はこの動画を見終えたあなたのその場所から始まります。あなたなら GPT-5 と人間はどのような関係を築くべきだと思うでしょうか。効率性と人間らしさは本当に両立できるのでしょうか。私たちは AI 技術を通じてより豊かでより思いやりのある社会を築けるのでしょうか。その答えを見つけるたびに終わりはありません。
称賛、批判、そして改善の道筋。様々な視点から世界の反応をお届けしました。ぜひ、あなたもこの賛否の輪に加わっていただけると嬉しいです。あなたの声が AI 技術をさらに人間らしい方向へと導いてくれます。あなたのそのたった一つの声がこの国を、そしてこの世界の文化をより豊かに、より素敵な場所へと育ててくれます。ぜひ、あなたの率直な感想をコメント欄で教えてください。もし私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたなら、いいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。